やさす、アテナイの皆さん、今回も日本語教育の大枠のお話をしていこうと思うんですが、今日のテーマは日本語教育 vs 国語教育です。で、これどちらも日本語という言語を扱う資格というか職業ですので、よく勘違いされるんですが、日本語教師であれば中学校とか高校の国語の授業ができるんじゃないかとか、あとその国語の先生であれば日本語が教えられるんじゃないかと思われるんですが、これ大きな間違いです。はい。これ似て非なるものです。で、例えるならどうでしょう。野球選手が同じボールを扱うからといって、バスケットボールもテニスもゴルフも全部できるでしょって言ってるようなものなんですね。全然違うスポーツですよね。はい。で、どう違うかをここでお話ししていこうと思うんですが、まず日本語教育というのは、日本語を母語としない人を対象に教えます。なので、何かの言語を母語で身につけた人が、2つ目以降の言語として日本語を学ぶわけなんですね。なので、ゼロから体系を構築していきます。文法体系とか語彙体系とか。はい、で、それに対して、国語科教育っていうのは、はい、もう小学校に上がる段階でみんな上手におしゃべりできますよね。で、ひらがな、カタカナの読み書きぐらい今、もう幼稚園で習って、小学校に上がってくる子供がほとんどですよね。で、そこに対して、そこから先の、はい、日本語力というか、学力も含めた国語力を身につけさせるというのが国語科の先生の仕事ということになります。で、あとは目的ですね。日本語教育というのは学習者のニーズを叶えるというのが一番の目的になります。もちろんコミュニケーション能力を伸ばすんですけども、その中で受験に合格したいとか、就職したいとか、あとは生活ができるような日本語力がいるとか、いろいろニーズを持っているわけなんですよね。で、それを叶えるためのカリキュラムを作ったり、コース編成、クラス編成をしたりするというのが日本語教育の進め方になります。で、それに対して、はい、国語科の目的って一体何なんでしょうか。ね、私たち小学校上がってからずっと国語の時間というものを学んできましたけども、一体あれの目的って何だったんでしょうか。で、皆さんに指導してくださった国語科の先生は、その辺の説明ってされましたかね。多分それをしないまま、当たり前のように進めている先生がほとんどだと思うんですけれども、で、これ文科省に言わせれば、学習指導要領でちゃんと明文化されているとは思うんですが、私が思うところの国語科教育の目的っていうのは、日本人というか、日本語を使うものとして共通認識を持って、でそれをさらに次の世代に発展させていくというところだと思うんですね。で、どういうことかというと、日本で教育を受けたのであれば、誰しも例えば宮沢賢治の何かしらの作品は読んだことがあると。で、これ注文の多い料理店でもいいでしょう。はい、セロ弾きのゴージュでも何でもいいでしょう。何か一つは読んだことがある。みんな知ってると。いう状態を作るとか。あと古典も学びますので、はい、例えば物の哀れという概念をみんな日本語を話す人が共有して持っているっていう、そういう状態を作ることだと思うんですね。で、今たまたま日本でって話をしているので、国語というと日本語の話になるんですけども、これ例えばフランスにおける国語はフランス語ですよね。ドイツにおける国語はドイツ語ですよね。それぞれの国のその共通言語というか共通認識というか、そういうものを言語でもって構成していく、構築していくと。そういう枠組みがあるんだろうと私は考えています。で、私は専門は日本語教育の方なので、中学校や高校で国語科の授業は教えられないんですね。それがするためには資格を別に取らないといけないということになります。で、いかがでしょうか。今月は本当に基本的な日本語教育の大枠の話をずっとしてきたんですけども、はい、来月以降も同じように日本語教育の話を続けていこうと思います。少しでも楽しんでいただけましたら、はい、高評価いただきたいと思いますし、ぜひぜひチャンネル登録もしていただいて、配信したらすぐに
こう見られるような状態にしていただければと思います。では今日もご覧いただいてありがとうございました。次回以降もどうぞよろしくお願いします。アディオ。